こんにちは、こんばんは、伊原葵です。始まりました伊原ラジオ、前回初めてやったんですけど、たくさんのコメントやメッセージありがとうございました。まだまだ、至らないところはあるんですけど、だんだんうまく話していけるように頑張っていきます。今日もぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。最近コロナ問題でお家で過ごすことが多くなると思うので、暇な時間だったりとか、そういう時にぜひ聞いていただければ嬉しいです。はい、では早速ね、質問コーナーから入っていきましょう。前回インスタグラムで、募集した、質問がたくさんあるので、その中から今日もピックアップして、お答えしていきたいと思います。はい、では1つ目、この時期の寒い日って春コート、冬コートどっちを着ていますか？私は春コートを着ています。なんでかっていうと、やっぱりね、お仕事的に先の、季節のアイテムとかを見ていることが多いので、やっぱりもう自分もそうしたいなっていう気持ちが強くなってしまって、それはもうアパレル店員をしている時からそうなんですけど、すごいやっぱりこう寒くてもちょっと我慢したりとかっていうのは、アパレル店員あるあるで、結構もう冬コートを着ないって自分の中で決めたら、春コートを寒くても着てましたね。なんか別に冬コートを着ることがダメとかじゃないんですけど、なんか気持ち的問題で、なんかもう春だわって、最近もそうやけど、あったかくなってたのに急に寒くなったりとかして、私もどうしよう、トレンチコート着たいけど寒いなっていう日がありました。でもこっそりインナーダウンとか入れて、外側は春コーデに見えるようにトレンチコートを着ました。コツとしては、アウターにダウンを着たりとか、重めのコート、着ることがねダメとか言ってるわけじゃないんですけど、私的には春に見えたいなっていう方は、中にニットとか、ヒートテックとかを着たりしてちょっと着込んで、外側は春コート、トレンチだったりとか、ライダースとかを着たら、春コーデに見えつつ防寒もできるので、ぜひやってみてください。全然ね、寒いのを我慢して風邪ひくことが一番ダメなので、それだけは気をつけてください。はい、じゃあ2つ目、ショートに戻さないの？この質問は、めちゃめちゃ、こうの募集以外でも普段のね、インスタのコメントでも来るんですけど、今は戻さないです。今髪の毛がセミロングぐらい、ここぐらいまであるんですけど、自分の中でここまで伸びたから、じゃあお胸が隠れるぐらいまでね伸ばしたいなっていう気持ちがあるので、そこぐらいを目標にどうしようかなって考えようかなって思ってます。もともと20歳までロングだったんですよ。この辺もう胸超えてたりとか、この辺を前後してたんですけど、自分はロングしか似合わないってすごい固定概念で思ってたんですけど、20歳を境に、成人式を迎えて、ずっとロングやったし、やっぱ飽きてしまって、一回ボブにしたいな、もう髪の毛伸びるの早いしいいやろうと思って、トータル35センチ切りました。で、20歳から21歳まではボブを楽しんで、21歳から22歳今ですねにかけて1年ちょっと伸ばし始めて、ここぐらいまで伸びました。まだ2年経ってないけど1年半ぐらいかな、伸ばしてここぐらいまで伸びました。伸びるスピード速いです。でも別にどっちが好きって言われたら、ボブはボブでなんかおしゃれの幅が広まるような感じがするし、セミロング、ロングはアレンジがねできる。やっぱ私今日もそうなんですけど、お団子をよくするので、やっぱりお団子ができる髪型安心しちゃったりするので、どっちも捨てがたいなっていう感じです。でも着るならバッサリまた、行こうと思ってることもいろいろね、この先にまだ報告できないんですけどあるので、その時を楽しみに待っていてください。はい、次、最近ハマっていることは、いろいろハマってることあるんですけど、一つは香水を見に行くことです。もともと香水すごい好きなんですけど、最近さらにいろんなブランドの香水を嗅いでみたいなっていう気持ちが高まっていて、セレクトショップに置いてある、ブランドの香水を嗅いだりとか、香水専門の香水を嗅いだりとか、いろいろ、ルームフレグランスもそうだし、なんて言うんだろう、こう自分に身につける香水もそうだし、いろいろ香り物
に最近また欲があるので、買う買わないではなく、どういう香りがあるかを知るためにも、時間があればお洋服を見るついでに見たりとかしています。はい、なんかお家で過ごす、香りと外に出る香りを変えたいなと思っているので、最近はルームスプレーだったりとかもいろいろこうウッドなものだったりとか試しているので、これっていうのは決めずにいろいろな香りを、試せる感じになりたいなと思って、今そういうことにハマってます。何かおすすめのブランドがあればぜひ教えてください。まだそんなに知られてないよっていうのとかあれば知りたいな。はい、じゃあ次、東京で一番好きな街はどこですか？東京で一番好きな街はなんかね、私上京してもうすぐ2年なんですけど、そんなにいろんな街に行けたことがなくて、ここいろいろ行って結果ここっていうわけじゃないんですけど、表参道か代官山かな、やっぱり、ファッションもお店もあるし、いろいろブラもできるし、人多いんですけど、なんか渋谷とか原宿に比べると落ち着いてるっていうか、なんかそういうところだったりとか、おしゃれなカフェも多いし、美味しいご飯屋さんも多いので、好きですね。行ったことない人ぜひ行ってみてください。それでは次の質問、落ち込むことありますか？落ち込んだらどうやって立ち直りますか？落ち込むことあります。人間だもの、みんな落ち込む時はありますよ。でも、私はね、前には出さないです。こういう動画を撮っている時とかお仕事をしている時は絶対に出さないようにしている。なんかハッピーも伝染するけどマイナスなことも伝染すると思ってるので、やっぱりこう人と関わるお仕事をしているからこそ、自分が落ち込んでいる時は外にそのマイナスを出さないことだけは考える。だけど落ち込むことがあることは当たり前だし、落ち込むと次また成長できると思ってるんで、私はね、だから落ち込む時はしっかり落ち込みます。その代わり、次の日になったらそれを引きずらずに、また新しく自分のできることを頑張るっていう風に切り替えてます。やっぱりね、こう悩み出したら止まらないというか、私もすごい考え性で気にしいで、こんな感じなんかな、どう思われてるんだろうとか、もう考え出したらキリがないぐらい、悩むことってたくさんあります。やっぱりお仕事的にもね。だけどなんて言うんだろう、それを考えてでも先が見えないというか、だから例えば落ち込む内容もねいろいろあると思うんですけど、じゃあ自分のことで自分がこうできなかったことで落ち込みます。できなかったって考えても答えは、出てこないというか、だから今日ダメだったなっていう一日はもうそれを受け入れてもう落ち込みます。でも今日できなかったでも明日これならできるからここはちょっと頑張ってみようみたいな感じで、やっぱり前向きになれることを考えるようにしてますかね。で、なんか一番ダメなのが落ち込むことがあって、落ち込んだらあかんと思って、なんかそれを食べ続けて急にやっぱ爆発してしまうっていうのが、あんまり良くないかなって思うので、落ち込む時はしっかりもう自分が納得いくまで落ち込みましょう。でもその代わり引きずらないっていうことが新しく切り替えができる、ポイントというか、私はねそうやってやってるので、気持ちの作り方をそういう風に考えてみてくださいっていう感じで、質問コーナー今日も答えてみたんですけど、少しでも参考になってればいいですね。はい、じゃあ次のコーナーに行きたいと思います。葵の雑談。今日の雑談はですね、みんなに何話そうかなって思ってたんですけど、私のお昼今日何食べたでしょうか？はい、今日は、私の大好きな、中華料理の麻婆豆腐を食べました。ですごいハッピーな気持ちになってたんですけど、全然その食べてる時は気づかなかったんやけど、ふと見たらここにね、こうちょっともうさっきもう一生懸命シミ取りしたからちょっと薄くなったんやけど、オレンジの麻婆豆腐のシミがついていて、もうめっちゃショックみたいな、めっちゃ美味しくて幸せでハッピーやったのに、これ新しいお洋服、ちなみにエトレなんですけど、すごい可愛くない？これめっちゃ可愛くてルンルンやったのに、終わってみたら
染みついてて、もうそういうとこって思ったらほんまにダメですね。家帰ってからちゃんとシミ落としますっていう、雑談でした。私は麻婆ナスが大好きなんですけど、好みで言うとお肉はしっかりめ、ちょっとピリ辛うま辛ぐらいが好きで、あとはね山椒があんまり入ってないものが好きです。今日食べたやつは入ってないやつなんですけど、入っててもいいんやけど、なんかちょっと風味が楽しいなぐらいがいいです。もう山椒の辛いのは唐辛子の辛いよりも私は苦手なので、ちょうどいいぐらいのお店があれば、東京であれば教えてください。ジュリディがね言ってた辛い麻婆豆腐屋さんがあるんですけど、そこは本当行ってみてって言われてるので、今度行ってみたいと思いますっていう雑談でした。次のコーナーはお悩み相談、毎回1お悩みにお答えするんですけど、今日のお悩みは自分に合うファッションやメイクが分かりません。どうしたら自分に合うファッションやメイクを見つけられますか？そうだな、私の場合はですね、自分に似合う似合わないを関係なしに自分が着たい洋服を着るようにしています。それはその日の気分だったりとか、可愛いっていう一目惚れだったりとかいろいろあるんですけど、それを着てそれを自分に合うようにするにはどうしたらいいんだろうっていう風に考えると、すごいそれが楽しくなってきて、自然と自分が好きなものだったり、自分が合うものを見つけられます。なんかこう結構決めつけちゃう人が多いというか、私155センチなので身長で言うと高い方ではないので、やっぱりなんて言うんだろう、こう引きずってしまう洋服があったりとか、もうあと少し足が長ければなみたいなことって結構あるんですけど、でもそれを言っててじゃあ自分には似合わない、自分には履けないってしちゃうんじゃなくって、じゃあ身長が、足りないから高めのブーツを履いてスタイルアップにして似合うようにしようみたいな感じで、考えるようにしているというか、やっぱりこうファッションもそうだしメイクもそうだけど、なんかいろんなものに触れ合えば触れ合うほどそういうものって見つけることができるかなと思ってるので、まずはいろんなファッションを試してみてください。そうすると自分の好きなものが見つかってくるので、好きイコール似合うっていうのは、イコールじゃないんですけど、でも好きな洋服だったり好きなコスメだからこそ自分に似合うように、考えることってできたりすると思うので、自分が好きじゃないな、でも好きじゃないんだけど似合うんだよなっていう、コーディネートをするよりは、この服が可愛いんだよな、この服が着たいんだよな、でも自分に似合うか心配だなっていう洋服の方が、好きな気持ちがあるから、どういう風になったら自分が楽しいかなっていう、気持ちに、変えられると思うので、やっぱり私はねファッションやメイクは自分のモチベーションにもなるので、なんかそういうのはやっぱ楽しい服を着たいし、自分が好きな、洋服を着たいので、そういうことからまずは、やってみてはいかがですか？メイクも最初じゃあ赤いリップが似合わないってすごい思っててずっとつけてなかった、でも意外と塗ってみると第三者からするとめっちゃ似合うやんっていうこともすごいたくさんあるというか、やっぱり自分は普段ベージュを塗っています。ベージュを塗っている人が赤いのを塗ると見慣れないっていうのもあって、見慣れないが似合わないに感じてしまうことってすごくあるあるです。アパレル店員さんをしている時にそういうお悩みとかを聞いていた時、コーディネートとかでもそうなんですけど、普段はこういう服しか着ないからこういう服似合わないんですってやっぱ決めつけちゃってる人が多くって、いやでもこういうコーディネートだったら着れると思いますよって試着入ると、意外とすごいお気に入りなコーデが見つかったりっていうこともやっぱりあるので、自分じゃそういうことがわからないなっていう人は、周りのファッション好きなお友達に聞いたりとか、あとは店員さんにお洋服を買うときに、自分はまだ似合う似合わないがわからないんですけど、じゃあ白と黒どっちだったら似合いますかってやっぱ第三者の、方に意見を聞くのも、一つだと思います。メイクってすごいカラリと変えて全然違うものを見つけるのってすごい難しいんですけど、リップだったりとか、ベースとかパーツ一つ一つを少しずつ変えて、どれが合うのかって試す、ことはできると思うので、まず手っ取り早く試しやすいのはリップだとは思うので、自分に合うのはピンクなのかな、オレンジなのかな、赤なのかな、それともベージュなのかなみたいな感じで
同じファッションでも、リップを変えることから、やってみればどんどんそれが楽しくなってくると思うので、なんかそこに興味を持って、自分に合うものをぜひ見つけてみてください。ということでですね、イハラジオ今日はこの辺で、終了したいと思います。たくさんの質問など、お悩みなどありがとうございました。話してると本当にすっごいあっという間で、気づいたらまた3時間ぐらい一人で喋ってしまいそうなので、今日はこの辺で、終わりたいと思います。またね、質問がある方はぜひこの YouTube のコメントだったりとか、Instagram で募集するときは、ストーリーに何かありますかっていうことを、書かせていただくので、ぜひそちらにコメントよろしくお願いします。ということで今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。